皆さんこんにちは。はい、佐渡島からのキャンプ旅帰ってまいりました。はい。で、今日は、片付ける前にですね、どういう装備で行ったか、どうやって行ったかとかもね、あと細かなポイントなんかもですね、紹介していきたいと思います。まずですね、現地までどうやって行ったかお話ししていきます。ちょっとね、中身ちょっと抜いちゃったんだけども、リュックとちっちゃくなる私服で、輪行袋で今回は行きました。結構僕ね、飛行機輪行多いんだけども、今回は電車輪行できました。輪行袋はオーストリッチとダボスのコラボしたやつですね。これめちゃくちゃおすすめです。特にパッキングする人とかフレームサイズがでかい人はこれかなりおすすめですね。これを持って新幹線で新潟駅まで行って展開して、そこから佐渡汽船ですね、2キロとかそんぐらいの距離なんで、そこまでフェリーまで行ってまた輪行して現地まで行ったといったような感じですね。このリュックの中には撮影機材とか、あとサドルバッグですね。サドルバッグつけると輪行袋輪行できないので、サドルバッグを入れたりとか、あとヘルメット、シューズなどなどを入れてます。このサンダルは庭用のサンダルなので、本来であれば違うね、現地用のサンダル持ってきてるんですけども、まあそんな感じで、現地までの服装はラフな感じで来ました。現地での服装着替えます。せーの。はい、ということで着替えました。はい、現地での服装はこんな感じです。サイクルジャージに、T シャツ、これがね、サロモントレランのベストですね。サロモンのベスト。ポケットには財布、モバイルバッテリーで、ここに貴重品って感じですね。この中にもですね、いろいろ入れようと思えば入れられます。で、今回はジェットフォイルというですね、速いフェリーに乗りました。ジェットフォイルに乗せるには輪行袋に入れなきゃいけないので、この状態でフェリーに乗せていきました。1時間ぐらいですね。とても早かったです。早速じゃあね、開けていきます。どんな風に入ってるか。今回は北海道の旅と違ってですね、キャンプ道具が入るので荷物が結構多めです。つっても僕は結構ウルトラライト大好き成人なので、荷物は少ない方だと思いますが、開けるとですね、こんな具合になっております。すでにこんな感じでセッティングされた状態で輪行袋に入れて持っていきました。これリアルです。帰ってきたままですね。はい。この状態で輪行して持ってきました。はい。で、僕ね、肩ね、めんどくさくてやんなくて、いつもフレームをね、ガシッて持って電車移動しちゃってるんですけども、この状態で行きました。パッキングの時は重いので、もこうやってやっちゃいますと。やっぱ飛行機輪行のと違ってですね、ホイールつければすぐ出発できるので、楽っすね、ほんと。本当に輪行のこの手軽さはいいね。ということでですね、輪行完了と。はい、こんな感じですね。バイクはこんな感じで、ほぼほぼパッキングが終わった状態で積んでます。基本今回はアピデラメインでいきます。やっぱり走るメインだと個人的にアピデラが好きっすね。アピデラのフレームバッグにトップチューブバッグで、ハンドルバーバッグで、これは、ボトルをねスポッと入れることのできるバッグですね。ちょっと1個なかったんでブルックスの1つつけてますけども、はい、この状態で輪行しました。ここにですね、先ほど入れてバッグに入れてたこのサドルバッグが出てきます。ここにつきます。これがね、ここについちゃうと輪行がねできなくなっちゃうんですよね。こことここで支えるんですよね。はい、ちなみに僕はね、これ使わない派です。使わなくても優しく置けば壊れないし、壊れたこともないので、本当はつけた方がいいんですけどね。良い子は真似しないでください。フェリーから降りて、空いてるスペースでこんな感じで着替えて、さらにパッキングもしてといったような感じでですね、準備を進めます。でもこれも30分もかかんないですね。15分とかで一通りできちゃいます。ポイントとしては、事前にもう入れておくことが大切ですね。キャンプ道具とか充電器とか、いろいろあると思うんですけども、そういうのを入れた状態であとつけるだけでも走れるっていう状態にしておくだけでですね、あっという間にパッキングの状態が完成しちゃいます。でさらに今回このね、こいつも持っていこうと思ったんだけど、どう頑張ってもつかなくてですね、これのヘリノックスのものに関してはここにつけました。グイッと
感じかな。であとはユーモアを出すためにマグカップ置いて、はい、こんな感じでですね、とりあえず走る準備は OK です。で、ここからの一応ポイントなんですけど、こういう輪行袋とか、あとリュックですね。これはですね、現地の、今回の場合は佐渡汽船、両津港ですね。他にも駅の場合とかいろいろあると思うんですけども、コインロッカーにも入れちゃいます。ガチャンって。1日数百円ですけども、入れるだけで、手ぶらにリュック背負わなくていいので、コインロッカーに入れて、何日間か置くという作戦でいきました。なんでこれは持ってってないです。はい。バイクの状態としてはこの状態でいきました。はい。割とね、走りやすさ重視で個人的には行きました。はい。そしたらですね、どこに何が入ってるか見せていきたいと思います。ざっくりと言うと、ここにはですね、テントとか寝袋とかそういうのが入ってます。いわゆる居住区間。はい。で、ここが服装がメインですね。ちょっと入りきらなかった調理用具も入ってます。ここには調理用具とかガス管とかそういう丸いやつこの中に入れてますね。はい。あと変形しやすいやつ。ごめんなさいね。これ付け忘れた。はい。サイコンもつけてと。はい。ここにはですね、撮影機材とか入れたりしてました。じゃあね、一個一個見ていきましょう。じゃあ前から開けていきます。前にはこのヘリノックスのテーブル、そしてフロントバックとつけてます。これはね、400とか420ぐらいのハンドル幅であれば、ヘリノックスのテーブル1というものはですね、引っ掛けるだけでですね、落ちないようになってます。非常にこれおすすめです。で当然ね、ここに接触することもないので、とても楽ちんです。パカッと開けると、まずは、ファーストエイドキット、はい、ジェットボイルですね。一番軽いやつです。この中に、ガス管とか、あとは、ライター。これもね、ついてます。入れてます。はい。これ一つで、基本的な料理は何でもいけちゃう感じですね。で、かつ、コンパクトになるので、こういうハンドルバーバッグ、円柱形のバッグにすごく相性がいいですね。これはね。で、次はこれですね。開けるとですね、これ今回使わなかったけども、蒸し器とかね、コーヒーとかでいけたりとか、こういうジップがついてるので、もう使っちゃったけど、インスタントコーヒーの袋とか、インスタントスープの袋とか入れたりとかしてます。で、ここに調味料とか、あとはこういう、マルチツール。で、これがシェーラーカップですね。はい。チタンです。一応ね。で、これのいいところがね、ちょっとだけ先が尖ってるんで、お湯とか入れるときに注ぎやすいっていう。で、ここを動かすことで、ちっちゃくすることもできるといったような感じですね。あとはこれ、ペグですね。テント用のペグです。スプーンとフォークですね。ベルモントのものを使ってます。でこれはあれですね。テントの下に敷くマットですね。以上です。こんな感じでね、フロントバッグには入ってました。結構コンパクトになりますね。はい、続きましてフレームバッグ見ていきます。この中に何が入ってるかね。このバッグは一応ね、両面開いてます。両面から開くことができて、それぞれ違う部屋になっていて、まずはこの小さい部屋から見ていきます。この中にはメガネ。はい。そして、湿布ですね。腰痛くなった時に使わなかったけどね。あとは歯ブラシとか、そういったアメニティ関係かな。あとはこれはブレスケアとか、なんか適当なゴミ入れとしても使っちゃってますね。はい、そんな感じですね。歯ブラシとか、そういったアメニティ系から、今回はコンタクトレンズなんかもね、この中に入れてました。こっちを開けてみると、はい、こんな感じでかなりぎっちり詰まってます。ちょっと適当な部分もあるんだけども、空気入れ、これね、めちゃくちゃ大切。コンパクトになるリュック。そんな感じ。あとは、ここ。これがテントですね。今回もね、ビビーで行きました。で、これがヘリノックスのチェアゼロですね。500g めちゃくちゃ軽いヘリノックスのチェアですね。そんな感じです。かなり詰まってるように見えるんですけど、大きいものでちょっとこう、形がぴったり合いそうなものとか、若干変形できるものを主に入れてて、余ったスペースに入りそうなものを詰め込みまくったといったような感じです。フレームバッグの中身はこんな感じでした。
じゃあ最後、サドルバッグ見ていきましょう。サドルバッグですね。これもアピドラものを使ってます。いろいろありますけども、個人的には、このアピドラのアドベンチャーラインっていうのかな。これが一番お気に入りですね。普通のサドルバッグって結構ここからスタートするんですけども、このサドルバッグは上の方でスタートして上の方で止まるので、非常に安定感があります。ダンシングしても全然揺れないです。で、こういう風にライトとかつけてもですね、干渉することがないので、かなり個人的には好きなサドルバッグですね。容量はめちゃくちゃでかいわけじゃないんですけども、もともと僕でかいサドルバッグ好きじゃないので、そういった意味でもね、すごく良かったです。じゃあ、行きます。パカッと開けると、この中には基本ね、着替え系が入ってます。あと入りきらなかったものですね。まずこれは、ホットサンド兼フライパンですね。これどこにも入んなくてここに入れるしかなかったです。で、これはノグの、ライトですね。キャンプ用のライトです。こう頭にこうね、つけるライトで、ここにもついてたりとか、すごくね、夜の活動するのに便利なライト。で、これは現地でのサンダルですね。スキナーズってやつですね。めちゃくちゃコンパクトになる万能靴ですね。で、あとはですね、ギュッと詰め込んでるのが、万が一の時のレインウェアと、行く時に着た服ですね。それだけです。はい。イメージ的には形が変形しやすくて、あまり重くないものがこの中に入ってます。はい。ってな感じでですね、これがサドルバッグに入ってたものになります。で、あとはここにですね、マグカップがついてます。これがついてるとちょっとね、カラカラ音がするので、人に気づいてもらいやすいのと、雰囲気が出るのでつけてます。ノベアバで買った泥マグカップですね。そして最後にここトップチューブバッグには開けるとこんな感じでインスタ360撮影機材が入ってます。この中にですね、もう1個あったりとか、結構万能ですね、これはね。はい、ということで、簡単にですけどまとめてみました。ここの中にこれが入ってて、この中にこれが入ってて、この中にこれが入ってるって感じですね。はい。非常にコンパクトな雰囲気になると思います。実際の設営の感じはこんな感じです。贅沢な感じじゃないんですけども、自転車キャンプであれば十分すぎるぐらいですね。快適な感じです。個人的にはね。まあ、強いて言うなら、このやっぱりヘリウムビビーがですね、やっぱりかなり本当に寝るだけのアイテムになってますので、もう少し快適な空間が欲しいんであれば違うやつの方がいいかもしれないですけども、他に関しては結構ね、万能かなと思います。はい。じゃあ、一回これをね、こっちに戻していきます。まずはサドルバッグから入れちゃいましょう。形が変わりやすくて、軽いものまたは重いものを奥に入れるといいと思います。重いものをこっちに入れると安定するので、はい。ただね、こいつはどうしてもね、形が入らなくて、泣く泣く今回断念って感じですね。まあ、こんな感じで入れます。はい。本当はこいつを奥に入れたかったんだけど、難しいので、真ん中あたりに入れといて、よいしょ。で、このライトもなんか適当に入れといて、はい。ここまで来たら、これ、上回りがベストですね。雨が万が一降った時に逃げるところがあまりないので、こうやってあげた方が雨が降った時にそのまま引っかかることなく落ちるので、こっちの方がサドルバッグはいいと思います。サドルバッグは結構キツキツに締めた方がいいと思います。はい、サドルバッグ OK。 続きましてこれですね。ビビーは縦にぴったり収まるのでこんな感じで、これ、シェアゼロは縦にね収まりがいいのでこんな感じで、余ったところにこういうリュックですね。で、反対側のこういう細くて、大事なものは反対側に入れます。で、空気入れなんかもね一応入れといちゃいます。で、ここまで紹介して、ケンさん食料どうすんのって話ですよね。ごめんなさい、ちょっと忘れてたんですけども、食料の調達する場所が見てもらったら分かると思うんですけど、スペースが全然ないじゃないですか。そこでこれですね、ちっちゃくなるリュックが食料調達の一時的なリュックとしてですね、とても助かります。こんな感じで展開すると結構大きなですねリュックサックになります。これもねアピドラのものなんですけども、ペラペラなんですが、結構食料入れるには十分10リッターぐらいはあるのかなと思います。
防水にも気を使っていて、背負うとこんな感じになります。なので夕飯とかですね、ちょっとご飯とかね、飲み物とか必要になった場合はですね、この中にスーパー寄って買い込んで現地まで走ってご飯にしたといったような感じにしました。はい。インスタとか見てもらった方はね、ちらっと見てくれたかもしれないですけど、この中に生ビールとか突っ込んでね、現地で飲むみたいなこともしてました。はい。で、これね、使わなくなった、いらない時とかは、ちっちゃくね、またすることができるので、これね、地味だけどめちゃくちゃ重要なアイテムです。はい。こうギュッギュッギュッと入れると、非常にコンパクトになります。適当にギュッギュッと入れてもですね、こんな感じになります。コンパクトにもなりますし、自転車の、ちょっと今日は取り付けるとこないけど、自転車にですね、例えばですけどね、仮にこのライトがなかったとしたら、こういうところにですね、くくりつけることもできますので、はい、結構自転車乗りには優しいアイテムになっています。はい、これで OK。最後、これですね。はい、入れていきましょう。まずはヘリノックスを引っ掛けて、こっちも引っ掛けてあげます。で、こっちパカッと開いて、あとは詰めるだけですね。正直そのマウンテンバイクとかフラットバーのクロスバイクとかもいいですけどね、フラットバータイプのバイクであれば目いっぱいここ伸ばしていけるんですけども、やっぱりこれハンドルが当たっちゃうので多少は制限があるのが弱点っちゃ弱点ですね。ラピダラのバッグ自体はやっぱりとても軽量です。めちゃくちゃ軽いのがやっぱラピダラのいいところでもありますし、やっぱり長いことこのパッキングの専門の会社だけあってですね、これよくできてます。さあ、あっという間にパッキングが終わりましたね。はい、こんな感じで完了です。早いでしょ。せっかくなんで重量も測ってみます。いきますよ。16キロぐらいか。これでトータル16キロぐらいですね。はい、こんなもんでございます。で、もう一個最後の一つ大事な点が服装に関してですね。今回たくさんこんなに積んであるので、飲み物ですね、真夏でめちゃくちゃしんどいのでボトル2本入れられるようにボックス用意しておきましょう。で、僕の場合はこういうねトレランベスト愛用してますけども、これも水がトータルで1リットルこれ用意できるので、飲み物は常にねない状態をなくすつもりでですね、常に何か持ってる状態で走るようにしました。パンク修理キットとかはここに入ってます。バイクの中に格納されてますので、万が一ちょっとパンクしちゃったとかトラブルあった時もこの中で対応できるといったような感じですね。ということで今回の動画は以上です。もしもねこれからキャンプしたいとか、ちょっとねチャレンジしてみたいっていう方はですね、こういう感じで僕は行きましたので参考にしてみてください。こういうところにダボーノがある黒森のロードとかねあると思うんですけど、そういうのあればさらにこうね積載することができるので、もっと大きなテントとかもっといろんなものをね積むことができるので、そういうのをね、キャンプだけをしたいっていうんであればそういうのをねチョイスしてもいいと思います。はい、このバイクだとね平地だとね30キロとか全然余裕で出せるので、はい、やっぱり僕は速さ、自転車を乗る楽しみもね犠牲にしたくないっていうんでね、こういう状態にしております。登りは死ぬほどしんどいけどね。はい。ぜひね、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。